突然ですが、皆さんはここまでバスや電車で来たと思うんですが、バスや電車の中で走り回りましたか？なぜバスや電車の中で走り回らないのでしょうか？それはバスや電車の中で走り回ることが非常識だと感じるからです。この非常識だと感じることを価値観と言います。教師や指導者で言うならば指導観と呼ばれるものです。それではもう少しこの価値観や指導観について考えていきたいと思います。アメリカの心理学者エドガー・シャインは、人の目に見える行動や価値観の関係を組織文化のピラミッド構造で説明しています。バスや電車の中で走り回らないという行動、それを支える価値観、さらには一番下の文化の中核と書いてあるものなんですが、そんなの当たり前でしょ、ごくごく常識でしょって考えるレベルを基本的な前提認識と呼びます。バスや電車で走り回らないという行動を支えている価値観があり、さらにその価値観を支えている、いやそんなの当たり前でしょ、常識でしょって考える基本的な前提認識があります。これを文化の中核と呼ばれていたり、それからよく使われる言葉で言うと暗黙の了解などと呼ばれています。私たちがあたかも個人で価値観を築いてきたように感じていますが、実は所属してきた組織の中で、人々と関わっていく中で価値観というのは形成されています。しかしここで立ち止まって考えてみましょう。もしもその価値観や当たり前だと思っていること、常識だと思っていること自体がずれていてはどうでしょうか？誰もそのずれていることに気づくことはできません。例えば小学校の鉄棒運動で連想される逆上がりという技、自治体では小学校1年生から30秒間で何回逆上がりができるかという調査を全児童に行っていました。しかし学習指導要領で逆上がりという技が出てくるのは実は5年生です。これ算数の授業でありえますか？小学校5年生の算数の問題を小学校1、2年生が解けなくて、算数が苦手だなんて誰も目くじら立てませんよね。なぜこのようなズレが起きるのでしょうか？このようなズレが起きることで弊害が起きているのかもしれません。今私はこの組織文化という視点に立って、人々が暗黙里に形成しているこの価値観、具体的に言いますと体育の指導観について研究をしています。